皆さんおはようございます。まめです。今日はラブストラックのプレイ動画を続ける前に建築改装動画です。もともとおしゃれで可愛い内装だったので変えるのは忍びないんですが、シャワーがレオナちゃんの部屋に付属している作りだったので、オットーがシャワーを浴びるときにわざわざレオナちゃんの部屋を通っていかなければいけなかったので、自分がプレイするのにもうちょっと都合のいいスタイルに変更しようと思い立ちました。そのついでに新しく追加されたアイテムなんかを確認していきたいと思います。玄関の部分は1タイル分だけ大きくしましたけど、その他の骨格部分はそのままで、中の間取りやインテリアだけを変えるという方法でやっていきます。とりあえずベッドの位置だけ決めちゃって、2人分のベッドルームをまず最優先で確保していきます。今回の改装の目的のもう一つに、プールをここに作りたいっていうことがあって、せっかく広いベランダというかパティオがあるので、ここをプールにしました。円形のプールが作れるようになったから円形にしようかなと思って中途半端にカーブをつけるなどをしてみていますが、後でちょっと変更します。屋上プールで景色もしっかり見えるように、今回のラブストラックで追加されたシャワー用の窓をフェンスに見立てて使うことにしました。めっちゃいい景色。いやー、プール日和だ。で、ここでやっぱりスペースを最大限に活用できる四角の方がいいかなとかいろいろやってます。でも円形プールの恩恵をどうしても感じたくて円形に戻しました。ちょっと小さくすることで、まあ結果的にいい感じにバランスよく収まったんじゃないかなと思いますが、どうでしょう。それから屋上へ行く手段がはしごだったので階段に変更しました。ラブストラックで追加されている階段の手すりがどれもデザインが素敵で、かなり迷っちゃいましたね。ここでは全部割愛していますが、続いて部屋の中の家具を置いていく段階に移ります。キッチンはもともとが黒と茶色のコンビネーションな感じのデザインだったので、それを踏襲しています。ついうっかり高いコンロや冷蔵庫を置いちゃって所持金に危険を感じたので、安いものに置き換えるなどをしています。あのコンロめっちゃ高いよね。そしてアイランドキッチンにしようかなと思いつつも、やっぱりラブストラックのダイニングテーブルを使いたいなということで、このカウンターの高さのテーブルを使うことにしました。なのでダイニングチェアじゃなくてバーのスツールを合わせて使うタイプのテーブルですね。これ私はとても嬉しかったです。ダイニングテーブルにこうやってバリエーションが増えてありがたいなと。あとこのスツールは3脚隙間なくピターッとつなげられたんですけど、テストしたら真ん中のやつは座れなかったので結局撤去しました。それからキッチンの上の部分も元のデザインを踏襲して木の板みたいなやつを使うことにしました。で、リビングエリアのソファーですね。今回私はラブストラックのソファーにあんまりグッとこなかったというか、全部おしゃれなんだけど、なんか他のラブストラックの家具と合わせるのが意外と難しかったですね。すごくモダンだったり、こういう風にオールド感があったりバラバラで、この白い皮の部分の汚れみたいなグラフィックスは素敵だなとは思いましたけどね。で、モコモコのラグをちょっと小さくしておいて、この部屋の家具は完成ですね。白、茶色、黒で大人な雰囲気の空間に仕上がっているかなと思います。そしてこちらの新しいスパンドレル三角コマが階段の手すりのデザインと合っていておしゃれだったので使ってみようと思ったら、なんか下から見た時に上が埋まっちゃうんですよね。こうやってこういうもの、いやおかしいなと思って段差を下げたりして確認もしてみたんですけど、やっぱり変だったので諦めました。ペントハウスだからかな、ちょっとよくわかんなかったし、全体を立て直すのもめんどくさかったんでね。バスルームはこのシャワードアをどうしても使ってみたくて、狭いのに無理して使うというドア、そしてドアって感じになっちゃいました。ちなみにこのシャワードアにちょうどいいサイズのハーフウォールは 2.25 でした。次、レオナちゃんの部屋のベッドを決めていきます。レオナちゃんのテーマカラーは青や水色で考えていたので、いい感じのスウォッチがある早期購入特典のベッドにしてみました。虎のインパクトがすごい。で、最初の動画でも少し話したベッドのカーテンがついた柱みたいなのを探したかったんですけど、いくら探しても見つからなかったんですよ。これはまたシムズのお家芸のデバッグアイテムに分類されちゃってるやつじゃないと思って、めんどくさいなと思いながらデバッグアイテムを有効にして探したりしています。ということでありました。デバッグアイテムの最後にこれとこれの2つが追加されてますね。困ったもんだ。それからこちらもラブストラックで追加されたチョコレートみたいなドアを暫定的に置いていたドアと置き換えるなどして色のバランスを調整しています。ここはトイレなんですけど、右に置くのと左に置くのとどちらがソースするときに便利かなっていうのを考えておいている感じですね。めんどくさがりなのでマウスの動きが少ない方がいいじゃないですか。で、鏡もラブストラックのものですね。この大きい鏡も使ってみたかっ
ったんでバスルームに使ってみました。こういう大きい壁掛けの鏡って今まではベースゲームのやつ一択でしたけど、こういう可愛いおしゃれな選択肢が増えてとてもグッドポイントだと思いました。ついでにハーフウォールの上をこの鏡の上の部分の色と揃えるなどしています。このラグというかマットもラブストラックのものですね。同じデザインでもうちょっと大きいのがあったら嬉しかったなというところですが、まあ大きくして使えばいいかっていう感じですかね。この部屋は恋愛コンサルタントのレオナちゃんのカウンセリングルームに見立ててみました。このワールドにもう一人恋愛コンサルタントのデフォルトシムがいると思うんですけど、そのシムのお家がこういう風になってたので真似してみたという次第です。黄色い壁は家具の色に合わせて後から変えますのでご安心ください。このエンジ色というか紫に近いバーガンディっぽい色合いが私の好みにドンピシャで最高でした。ここにクライアントの写真を貼るのはちょっと怖いかなということで別のアートを置くことにしています。おしゃれ。反対側の壁にも何か置きたかったんですけど残金が不安だったのでお金が余ったら最後に戻ってくることにしました。ラブストラックの草シリーズもとても良かったです。自然なテクスチャーで使いやすいしおしゃれにバッチリ決まる。それから小物シリーズを置いていきます。最初はこのカバさんで考えていたんですけど思ったような色がなかったのとちょっと寄ってみたら意外と怖かったので結局ウーパールーパーとワンちゃんにしました。カラフルで可愛い。こっちのトレイはバスルームの小物っぽかったんですけどとても小さいバスルームにしてしまって置く場所がなかったので廊下に出すという謎のインテリアにしちゃいました。全体的にはいい感じにまとまったんじゃないかなと思いますけどね。キッチンを飾っていきます。この野菜プレートのデザインがこれもウーパールーパー柄なのかなと思って寄ってみたらただの曲線のデザインでした。これはハンドメイド感のある壺。こちらも可愛らしくて良きです。それから個人的大ヒットだったスプラッシュバック用のタイル。一部分だけこうやってタイルをつけることができるのでかなり便利だし内装だけじゃなくって外の壁の一部分だけを飾ったりしても可愛いと思うしかゆいところに手が届くアイテムだなという感じでした。今後のパックやキットでこれのデザインがもっと増えるといいな。今回この小さい花が追加されているのもとても嬉しかったです。小さいといろんなスペースに置けて便利ですよね。ベッドルームの仕上げです。レオナちゃんの部屋はちょっと雑多な感じにしたかったので程よく散らかしました。それからカーテンのカテゴリーではなくデコレーションのカテゴリーに入っているものを使ってピンクと水色という個人的には絶対しないような色の組み合わせのデザインにしてみました。どぎつくてちょっと違和感あるけど可愛さもあるといういい塩梅にできたような気がする。ちなみにオットーの部屋は今までと同じなのでこの動画ではカットします。もう一つの個人的大ヒット、この深緑色の壁紙最高。先ほど話したエンジ色のソファーとの組み合わせがまたいい感じで私の中では一番テンション上がるデザインの部屋にできて満足しています。だから多分この部屋が動画のサムネイル画像になっているんじゃないかなと思います。柱もラブストラックで追加されていますよということで見ていますがこの部屋には合わなかったので結果的にベースゲームのものに決定しました。最後キッチンのタイルに合わせて壁紙の色を整えて最終的な照明設計に入ります。新しい照明はどれもおしゃれですね。キッチン側とリビング側でいまいち統一感はないけどね。なんかこういう星空みたいなライトも追加されてて可愛かったですよ。ほんのり光る感じのやつでしたね。それからこのベッドサイドのライトもほんのりなんですがあまりにほんのりすぎてびっくりしちゃいますね。さすがに暗かったのでキャンドルに置き換えました。ということで中はこれで完成かな。外をいじるついでにデバッグアイテムを見てたんですがそういやウーパールーパーをまだ発見してなかったなと思って見てみます。可愛いね。メキシコが舞台だからカエルじゃなくてウーパールーパーっていうことなのかな。でこのデバッグアイテムのプランターを使おうと一瞬思ったんですけどやっぱり元の家をデザインしてくださった方へのリスペクトということでこの花壇はそのまま残して踏襲することにしました。さらに早期購入特典のこのハートちゃんがデバッグアイテムに分類されていることに気づいてがっかりしているところです。ほんと直してほしいですね。こういうところ可愛いのでレオナちゃんの部屋に仲間入りすることにしました。プールの縁もラブストラックで追加されているものですね。2つもあります。せっかくだから使いたかったんですけど枠が太いのでフェンスの外にはみ出しちゃうんですよね。でもまあいっかっていう感じでそのまま使いました。後であまりに気になったら変えるかもしれません。あとはリラックスできるエリアを作って最後にまた外の照明をやって終わりですね。この床に置く照明が光を放つ方向が謎だったので困惑していたんですけど多分これは壁に沿わせて置いた時
時にしか威力を発揮しない照明だと気づいたので、あえてプールの底に置いてみたりしました。明るすぎかな。でも悪くないよね。なんか馬パックの時もこういう変な照明ありましたよね。壁に沿わせないと使えないみたいなの。こういう仕様なのかバグなのか分かりませんが、でも可愛かったです。最後ゴミ箱の位置が気になったので変更しておしまいです。これからゲームに入って内装を見ていきたいと思います。はい、ゲームに入りました。ということで見た目はねそのままっていう感じですね。そして玄関入るとこういう感じ。廊下。待って、私あれだな、天井を編集するの忘れてた。だからちょっとところどころ天井が変かもしれないんですけど、今のところお見逃しください。後で変えておきます。玄関先はこんな感じでね、もともとこういうアイテムがあったのでそのまま置いてる感じです。ここはめちゃめちゃ狭いけどトイレとトイレットペーパーを今日忘れたけどまあいいか。洗面台と隣の部屋が無理やり置いたシャワードアからのシャワーとお風呂ですね。そしてこのポップな小物エリアとレオナちゃんのカウンセリング部屋。ちょっと物足りないね。やっぱ小物全然置いてないから、まあいずれお金が貯まったら置いていこうかなと思いますが、結局こっち側は大きなアートをね置くお金の余裕がありましたので置いてみました。高かったけど。ここは夫の部屋で特に変わりなくっていう感じ。広くなっただけで、レオナちゃんの部屋はこんな感じ。派手だね。虎柄のベッドとドレッサーエリア、キッチンラウンジエリアに入ると、まずはキッチンがこんな感じですね。いいね。やっぱタイルがねちょうどいい。こういうの欲しかったっていう感じだわ。で、そう、この白い皮の部分の汚れっていうのはこういうところね、ちょっとこう白の中に汚れがついてる感じなの分かります？こういうね細かいデザインが素敵だなと思いましたが、個人的な好みではないかなっていう感じではある。で、外ですね。バーベキューするところとプールとで、この壁に沿わせておいたライトもやっぱちょっと明るすぎるかな。でもこんなもんか、プールってわかんないという感じでした。誰？なんか全然知らない人がいるんだけど、ケンゴさん。しかもなんか2人とも下にいるんだけど謎ですね。さあ、ということでですね、そんなに大きな部屋ではないのでこんな感じですが、今ね所持金の残りが1976シモリオンということで、結構いっぱい使っちゃったなっていう感じなので、さっきも言ったように小物が全然置けてないところとかもありますけど、いずれお金に余裕が出てきたらちょこちょこと付け足していけたらいいなと思います。ということで次回からは引き続きこの新しい家でプレイを続けていきますので、ご興味のある方はぜひまた見に来てくださると嬉しいです。そしてまだしていない方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん良い一日をお過ごしください。またね。